シェフが来ないだって？どうするんだ？もう間に合わないぞ。厨房のそこかしこから悲鳴のような声が上がり、焦りと混乱が熱気と入り混じって渦を巻いている。俺もシンクに積まれた大量の皿を洗いながら、そのやりとりを聞いていた。ゴム手袋越しに感じる水の温度が嫌に生々しく手にしみる。戦場ウェディング。海の上という特殊な環境で、大勢の招待客を前に振る舞うフルコース。しかも、今回は国内最大級のグループ会社の御曹司が新郎だ。朝から船内はいつにも増して華やかなムードに包まれていたはずなのに、その裏では今、メインシェフ不在という前代未聞のトラブルが起きている。もうダメだ。代わりなんて探せるわけないだろ。くそ、どうするんだよ。せめて仕込みだけでも始めないと。あちこちで頭を抱え込むスタッフたち。いつもは厳しくても頼りになる料理長が、今日ばかりは進むべき道を見失ったように言葉を失っている。湧き上がる焦燥感が火の通っていないコンロを取り囲むようにじわじわと燃え広がっていた。ここは海の上。陸地まで戻って代わりのシェフを連れてくることなど到底不可能だし、たとえ間に合ったとしても現場を把握する時間などないだろう。にもかかわらずスケジュールは刻一刻と迫ってくる。スタッフのうめき声とため息が波のうねりのように繰り返される。もう誰もが頭を抱え、打つ手なしと諦めかけていた。その時、俺は小さく息を飲み、ぐっしょりと濡れたままのエプロンを握りしめた。湧き上がる衝動に突き動かされるように、シンクの水を止め、手袋を脱ぎ捨てる。俺が作ります。一瞬で厨房の喧騒が凍りついた。水滴が垂れる音さえやけに大きく聞こえる。はぁ？何を言ってんだお前。バカなこと言うなよ。皿洗いが。料理なんかできるわけないだろ。疑いと怒号が入り混じった声が一気に降り注ぐ。普段は黙々と裏方で皿を洗うだけの俺が、シェフの代わりを名乗り出るなんて正気の沙汰じゃない。そう思われるのは当然だ。しかし、俺のこの決断が過去と現在の、そしてこの船での未来を変える引き金になるとは、この時は知る由もなかった。俺の名前は高宮隼人。豪華客船さくらの厨房で皿洗いをしている。客船というと優雅なイメージが先行しがちだが、実際の仕事は地味でハード。世間の夢を見る間もなく、俺たち裏方スタッフは毎日汗を流している。特に厨房ともなると、火器使用の危険管理や衛生管理が厳しく、さらに乗客たちが口にした料理がどのタイミングで下がってくるか全く読めない。運が悪ければディナータイムのピークが終わっても飲み直しやら夜食やらでバラバラに皿が戻ってきて、一晩中洗い場に立ちっぱなしなんてことも珍しくない。俺は基本的に誰かとつるんだりはしない。乗船している他のスタッフたちも俺を皿洗いの高宮としか思っていないようだ。まあ向こうがどう思おうと気にはしない。仕事が終われば細々とした食材やら道具やらをチェックしてさっさと眠りにつく。特に面白みもなく、誰かと飲みに行くような仲間もいない。いつもならそれで終わりだが、最近ちょっとだけ気になることがある。それは数日前に乗船してきたウェディングプランナーの女性、朝比奈ルミ。俺自身はエントランスやホールの担当でもないし、彼女と直接仕事をすることもめったにない。だが、どうにも船内のスタッフがみんな彼女の話でざわついているんだ。ルナさんって超敏腕らしいけどさ。うちの船に来るってことはよほどの案件を抱えてるんじゃないか。いや、どうせ仕事を完璧にやるつもりなんだろ。細かいことに口うるさそうだけど。そんな声がちらほらと聞こえてくる。確かに彼女の評判はすごい。業界では若手ながら大きな案件をいくつも成功させたとか。しかも容姿もなかなかの美人で、さらに頭の回転が速いと、スタッフの間でも優秀だけど怖い人くらいに思われているみたいだ。事実、俺が一度だけ廊下で見かけた時も、彼女は電話を片手にしながら苛立った様子で歩いていた。小型のタブレットを抱えていて、誰かに指示を出しているようだったが、眉間にシワを寄せてものすごい勢いで喋っていたから、周りは近寄りがたい空気を感じていたんじゃないかな。声をかけようとしたスタッフが一瞬ためらって引き返すのを見かけたくらいだ。ただ、その時にちらっと見えた彼女の横顔。
どこか一生懸命で、それこそ、焦ってるという言葉がぴったりだった。怒りというよりは、自分で自分をせき立てているように見えたんだ。優秀で美人で、完璧そうに見える人ほど、その裏にはいろいろ事情があるものだ。俺はそんな風に思ったが、もちろん今の俺の立場で深入りする理由なんてない。あくまでただの傍観者だ。そう思っていたが、その翌日、俺は思いがけず彼女と直接会話する機会を得ることになる。いつものように昼のランチタイムが終わった頃、山積みになった皿を一通り片付け終えてから廊下を歩いていると、不意に人の気配を感じた。いつもならスタッフや乗客が普通に行き交う場所だが、その時は夕方前の中途半端な時間帯だったため、人影はまばら。なんとなく気配のする方を見てみると、壁際に寄りかかるようにして座り込んでいる女性がいた。近づくと、それが例のルナだった。肩はかすかに震えていて、顔も伏せている。タブレット端末が雑に置かれているあたりから見て、相当疲れ切っているのがわかる。あるいは落ち込んでいるのかもしれない。フロアの照明も明るいとはいえ、こうして座り込んでいたら目立つはずだが、誰も声をかけられないほど、彼女の放つ雰囲気が重たいのだろう。スタッフと衝突したのか、あるいは取引先とうまくいかなかったのか。事情はわからないが、このまま放置しておくのも気の毒だ。大丈夫ですか？俺が声をかけると、ルナははっと顔を上げた。あなたは？高宮です。厨房で皿洗いしてるものです。ああ、そう。何か用？語気は弱々しいが、どこか突き放すような口調。俺も別に踏み込むつもりはなかったが、どうにも放っておけなくて、持ち歩いていた小さな水筒を差し出してみた。中にはハーブを使った簡単なドリンクが入っている。洗い場のスタッフが息抜き用に作ることもあるが、俺は自分流に少しだけアレンジして持ち歩いているんだ。疲れている時には割と効く。飲みますか？何それ？ハーブティーみたいなものです。少しだけミントやレモンも入ってますし、体にいいですよ。疲労回復にもなるし。ルナは一瞬、俺の手元を怪げそうに見つめた。でも、よほど喉が渇いていたのか、それとも興味があったのか。じゃあ、と、恐る恐る受け取る。ルナは何も答えずに、その場で一口飲んだ。すると、驚いたように目を見開き、さらにもう一口。さっきまでの沈んだ雰囲気が、いくらか和らいだように見える。思ったより美味しい。それに飲みやすいわね。キリッとした酸味もあるけど、嫌な刺激じゃない。レモングラスかしら？はい、レモングラスとミント。あと、微量ですけど、蜂蜜も入れてます。へえ。でも、あなた、ただの皿洗いなんでしょ？こんなの作れるの？ちょっとトゲのある言い方だが、口調自体は悪くない。俺は適当に笑って、たまに作って飲むんですよ。眠気覚ましにもなるし、とだけ答えた。ルナは、ふっと小さく息をついて、少しだけ表情を柔らかくする。助かったわ。ありがとう。いえ、大したものじゃないので、少しは落ち着きましたか？俺がそう尋ねると、ルナは苦笑混じりに、まあ、と答えた。これで失礼します、と立ち去ろうとした俺に対し、彼女は急に真顔になってこう言ったんだ。待って。あなた、本当に皿洗いなの？はい、ただの皿洗いですよ。他に特筆すべきことは何もないです。すると彼女は、怪げそうな顔をしたが、むしろそこに興味をそそられたのかもしれない。そう。なんか不思議な人ね。皿洗いにしては落ち着いてるというか。仕事で疲れたら誰だって落ち込むんです。あなたは船のウェディングプランナーさんですよね。立場的にも上に立って人を動かすんだから、あまりそんなに疲れた顔を見せない方がいいと思いますよ。下が心配しますから。俺は決して嫌味で言ったつもりはない。ほんのアドバイスのつもりだ。だが、ルナはピクリと眉を動かした。少しカチンときたんだろうか。そんな彼女に、じゃあ、これ返しておくわ。と、水筒を差し出されたので、俺は慌てて、いや、全部どうぞ。後で回収しに来ます。と押し戻す。結局、ルナは何か言いたげな様子だったが、それ以上は何も言わなかった。それから数日、俺は相変わらず洗い場の仕事に没頭していた。シンクに積まれる皿と鍋は絶え間なく。
まるで波が押し寄せるように増えては減っていく。豪華客船さくらの厨房は、華やかな見かけとは裏腹に戦場さながらの忙しさだ。朝から晩まで料理人たちが腕を振るい、俺たち裏方はその料理を支えるため走り回る。船の乗客には見えないところで、すべてがギリギリの綱渡りのように回っていた。それはウェディングプランナーとして乗船しているルナも同じだろう。毎朝早くから夜遅くまで、スタッフを捕まえては細かな指示を出し、その厳しい口調が原因で反発を招いているようだった。俺自身、廊下の向こうでルナが誰かに説明している姿をよく見かけるが、相手はたじろぐように後ずさってしまうこともあるらしい。実際、休憩所の方からはこんな声が聞こえてきた。朝比奈さんってさ、あの態度は何なんだよ。ちょっと指示ミスっただけで鬼の首取ったみたいに怒鳴りつけられたぞ。分刻みスケジュールとか勝手に押し付けてきて、こっちの都合なんか全然無視だよな。あれじゃこっちが疲れるっての。能力あるのかもしれないけどさ、一人で突っ走ってる感じがする。正直うざいっつうか、我慢できない人多いと思うんだよ。その言葉が耳に飛び込んできた瞬間、俺は思わず眉を潜めた。視線を向けると、厨房の一角で雑談している2、3人の下働きスタッフが、あからさまにルナの名前を口にしている。忙しさにイライラしているのかもしれないが、面と向かって言えない不満をここで吐き出しているようだ。あまり気持ちのいいもんじゃないですね。無意識にそう言ってしまっていた。水を溜めたシンクに手を浸していた俺の動作が止まり、スタッフたちは驚いたように振り返る。俺の存在に気づいていなかったらしく、一瞬気まずそうな空気が流れた。なんだよ皿洗い。悪いけど少し黙っててくれよ。こっちは真面目な話してるんだ。真面目な話にしては、名前を挙げて一方的に悪く言ってるだけじゃないですか。スタッフたちの顔色が変わる。俺はできれば波風を立てたくないが、正直聞き流せなかった。確かにルナさんは厳しいかもしれません。けど、あの人はウェディングの成功にかけてるからこそ、細部までこだわりを持ってるんだと思いますよ。忙しいのはわかりますけど、みんなで協力してやるしかないんじゃないですか。言った後、自分がただの皿洗いであることを改めて思い出し、少し後悔がよぎった。俺がこんなことを口にしても説得力なんてないかもしれない。スタッフたちは互いに視線を交わし、何か言い返したそうだったが、結局、ああそうですかと小さくつぶやくだけで会話を打ち切った。重苦しい沈黙が流れる。俺は内心でため息をついた。その時、廊下の方で何かが小さくぶつかる音がした。振り返ると、厨房の入り口の扉が半分ほど開いたままになっている。誰かがいたのかと嫌な予感がし、俺は手を拭きながら扉を押し開いた。すると、そこにはこちらに背を向けて歩き去ろうとするルナの姿があった。朝比奈さん。声をかけてもルナは立ち止まらない。そのまま足早に廊下を曲がり、姿を消そうとする。俺は洗い場を同僚に任せ、なるべく早足でルナを追いかける。ようやく角を曲がった先で、俺がその背中に追いつくと、ルナは乱れた呼吸を整えようとするかのように、タブレットをぎゅっと抱きしめていた。視線は床に落ちていて、その横顔には痛々しいほどの動揺が浮かんでいる。ごめん、聞くつもりなんてなかったんだけど、この間の水筒返そうと思って。震える声がかえってこちらの胸を締め付ける。俺は努めて落ち着いた調子で言葉をかけた。大丈夫ですか？さっきの人たちもただ忙しくて苛立ってただけで、本当に朝比奈さんを嫌ってるわけじゃないと思います。だから、そこまで言いかけると、ルナは小さく首を振る。わずかに潤んだ瞳で俺を見上げると、困惑と葛藤が入り混じった複雑な表情を浮かべていた。君が言い返してくれたのはわかる。でも、私、あのくらい言われても仕方ないって自覚してる。強引に進めてることはわかってるし、周りが疲れてるのも感じてた。でも、やめられないのよ。私にはこの仕事を成功させるしか道がないから。少しずつ弱音を吐き出し始めるルナの肩には、並々ならぬ重圧がのしかかっているのだろう。どれほど優秀でも自分一人で全てを背負うにはあまりに大きいに。彼女は両手でタブレットを抱えるようにしてうつむく。私ね、高校生の時に親戚の結婚式に参加して、
普通の挙式だと思ってたんだけど、なんだかすごく感動しちゃって。その時、花嫁さんが純白のドレスを着てバージンロードを歩いていく姿を見た瞬間に、なんて言うんだろう。あ、こんなに人を幸せな気持ちにさせる仕事があるんだなって、すごく衝撃を受けたの。ルナは自分の思い出を懐かしむように、かすかに目を細めて話し始める。あの時の光景は、きっと彼女の中で色鮮やかに焼き付いているのだろう。両家の親戚や友人もみんな笑顔で、途中、花婿の友人たちがサプライズの演出を用意してたんだけど、それがまた大成功してね。会場全体が一体感に包まれて、そこにいた全員が幸せそうに笑ってたの。私、その空気感に飲み込まれて、思わず涙が出そうになった。帰り道であの空間を作る手伝いができたら、どんなに素敵だろうって思ったのが始まりだったの。タブレットを抱える両腕が少しずつ緩み、ルナの表情にもかすかな光が宿る。追い詰められている今だからこそ、原点の夢を思い出すことで、彼女の心にある純粋な情熱が垣間見えるようだった。だから、就職活動の時も、人を笑顔にする仕事がしたいって目標ばかり追いかけてて、ブライダル業界の会社に入り、最初は張り切って企画書を出したり、新しい演出を考えたり、でも気持ちだけが先走っちゃったのか、なかなか結果が出なくて、上司との折衝もうまくやれなくて、いろいろと失敗もしたわ。でも、それでも諦められなかったの。あの時の幸せな景色が忘れられなくて、いつかあんな最高の空間をプロデュースしてみたいっていう気持ちがずっと消えないの。瞳を落としていたルナは言葉を噛み締めるようにゆっくりと顔を上げる。だからこそ、今回のプロジェクトは絶対に成功させたかった。世間がどう見ても、船の上での挙式なんて特殊で難しいと言われても、私が理想とする忘れられない結婚式を作り出せるかもしれないって思ったの。誰もが驚くような、世界に一つだけの夢みたいな式を。でも、今のままじゃ、やっぱりダメかもしれない。焦ってばかりで、周りも疲弊させてるし、何より私自身がもう限界で。そう言いながら、ルナはふっと唇を結ぶ。朝比奈さん、確かに、船上ウェディングは特殊ですよね。でも、今は一度、立ち止まって、周囲を巻き込む準備をする段階かもしれません。自分だけで引っ張ろうとするんじゃなくて、スタッフ一人一人を信頼して仕事を振り分ける。初めの段取りが整っていれば、最後の仕上がりもきっと違いますよ。俺はなるべく穏やかな声で、彼女の目を見つめながら伝えた。最初に土台をしっかり作らずに、豪華なフルコースを完成させるのは不可能。料理の例えを重ねるまでもなく、今の彼女なら、その意味を理解してくれると思った。そうだね。確かに全部自分で抱えようとしてたかも。ちょっとやり方を変えてみる。周りとちゃんと話して、できることからやってみる。ルナは力なく笑みを浮かべたが、その瞳にはわずかながら光が戻り始めている。少しだけ心の重圧がほぐれたのかもしれない。ところで、あなたの名前ってなんて言うんだっけ？皿洗いの人っていう認識しかなくて、まだ聞いてなかった気がする。改めて尋ねられ、俺は一瞬言葉に詰まった。だが、ここまで話した流れで正直に名乗るのも変じゃないだろう。高宮隼人です。改めてよろしくお願いします。少し照れくさい気持ちを抑えながら俺が返すと、ルナはスッと伸ばした手のひらを差し出し、握手を求めてきた。隼人ね。じゃあ、私もルナでいいよ。これからは名前で呼び合おう。握手を交わした瞬間、彼女の手から伝わる熱は力強く、まだまだ諦めていない意志を感じさせる。そして翌日から、ルナのプロジェクトは少しずつ形を変えていった。以前は、ルナが一方的に考えを押し付け、スタッフを振り回す形になっていたが、今の彼女はまず、動線やスケジュールの可視化から始めることにしたようだ。まず、全スタッフに向けて、船上ウェディング企画を共有するための簡易説明会を開いた。廊下の一角を借りて、大型モニターを設置し、ルナ自身がマイクを持って司会をする。これまでは、ウェディングなんて自分たちには関係ないと思っていたスタッフにも、どんな演出プランを考えているのか、当日の進行がどうなるのかを丁寧に示す場を設けたのだ。皆
皆さん、これが基本のタイムテーブルです。挙式の開始時刻と、その後の披露宴の流れ、それぞれの部署が何を担当するのかをここにまとめました。ご覧の通り、船内の設備を生かす新たな演出も盛り込みたいと思っています。スクリーンに映し出された PDF には、朝から夜までの流れが一目でわかるように色分けされている。バラバラだった情報がまとめられており、例えば、厨房での調理時間や配膳の順番、撮影担当の移動ルート、さらには控え室の割り振りなど、細部までひとまず形にしてみせていた。最初は、こんなの自分らには縁がないといった態度だったスタッフたちも、実際にルナが作った資料を目の当たりにすると、少しずつ興味を示すようになる。特に、こういうのはメインホールを使うといいのでは？通路で人が詰まるかもしれないから、ここにスタッフを配置したらどうだろう。など、具体的なアドバイスを出す者も現れた。ルナは、それらの意見をタブレットに即座に書き込んでいく。今までは自分の考えに固執しがちだったが、今回はどんどん教えてほしいと積極的にメモを取る姿勢を見せていた。部外者のように思われがちだった船の清掃チームや、普段は乗客向けのアミューズメントを担当しているスタッフにも声をかけ、こんな遊び心の演出はできないかと議論を重ねた。こうした対応が功を奏して、スタッフ側から、それならここはこうした方がいい。昼から夜までの衣装替えはどこで行うのかなど、具体的な質問が増え始めた。ルナにとっては、これらのやりとりは時間のかかる作業だが、その分だけ周囲との連携が格段に良くなっていくのが見て取れた。後日、あるスタッフが、朝比奈さんに相談したら、ちゃんと聞いてくれて改善してくれた。と嬉しそうに話しているのを耳にして、俺は密かに安堵の息をつく。確かにまだ試行錯誤中で問題は山積みだが、ルナが柔軟に対応を変えたことで、船の空気は以前と比べてはるかに明るくなっていた。そして実際に何組かのカップルが桜で挙式を挙げるようになり、式を終えた新郎新婦たちは想像以上にドラマチックだった。まるで映画のワンシーンみたいで一生忘れられない。など、絶賛の声を寄せてくれる。その評判がじわじわと広がり、口コミや SNS で船上ウェディングを目にしたという問い合わせも増え始めた。もともと観光クルーズとして高い評価を得ていた桜に特別な結婚式のイメージが加わる。それは乗客を増やす大きなチャンスにもなると、上層部の期待も高まっているらしい。そんなある日、俺は昼のピークを終えたばかりの厨房で山のように積まれた食器と格闘していた。洗い場の床にはところどころに水が飛び散り、滑らないように慎重に足を運ぶ。気温も湿度も高い厨房で少し作業しただけで額には汗がにじむ。それでも黙々とタオルで手を拭きながら次の皿を掴もうとしたとき、不意に大きな声が聞こえた。隼人いる？呼び捨てで名前を呼ぶその声の主はルナだった。厨房の入り口に立ち、こちらを見つけるなり慌てた様子で歩み寄ってくる。俺はちょうど手が離せない状態だったので、慌てて洗浄機から食器を取り出し、そっとシンクの脇に置いた。どうした？また何か問題でもあったのか？少し汗を拭き取りながら尋ねると、ルナは首を横に振って問題ではないと否定する。でも、その目は興奮気味に輝いている。まるで何かとんでもない大ニュースが舞い込んだかのようだ。問題じゃなくて、すごいチャンスが来たの。ビニール手袋を外してエプロンを直しながら、俺はチャンス？と問い返す。彼女の呼吸が速く、頬がほんのり赤いのは走ってきたからだけじゃないだろう。どこか嬉しさや興奮を抑えきれない様子が伝わってくる。さっき連絡があったの。うちの桜で挙式を検討してる超 VIP がいて、ぜひやりたいって言ってるらしい。ほら、うちの船でウェディングを挙げるってだけでも結構珍しいのに、相手はもう、とにかく大物って話。詳しくはまだ聞けてないけど、多分、今の船の評判とか、私たちのウェディングサービスが少しずつ話題になってるのが影響したんじゃないかなって。なるほど。ここ最近、桜で挙式を挙げたカップルたちから好評が広がり、口コミや SNS でも、船で結婚式をするなら、桜が一押しといった声が出始めているという。国内だけでなく、海外の旅行者にも情報が届く時代だ。噂が大物の耳に届いたとしても不思議ではない。それで、
その話がもし正式に決まったら、船側も全面的にサポートするって言ってる。なんせ、成功すればうちの評判は一気に上がるし、まさに願ってもないチャンスよ。俺は洗ったばかりの皿をラックに並べながら、そっと彼女を見やる。いつの間にか、ルナは仕事のやり方をガラリと変え、スタッフと一緒に現場を盛り上げる形を作り上げてきた。最初は空回りも多かったが、今の彼女なら、この大仕事をやり遂げるだけの信頼と実力を築きつつあるんじゃないだろうか。よかったな。こんなに早く大きな案件が来るなんて。大変だと思うけど、頑張れよ。うん、ありがとう。そう言い残して、ルナは颯爽と厨房を飛び出していく。後ろ姿を見送った後、俺はシンクに残る食器の山を見て、小さく苦笑した。翌週、超 VIP の正体が明らかになった。三上ホールディングスの御曹司、三上幸太郎氏から正式な依頼が入ったという。三上ホールディングスといえば、国内最大級の投資グループとして名を馳せる企業だ。御曹司である幸太郎は、若くしてビジネスの第一線に立ち、海外のセレブたちともパイプを持つやり手として有名。財力も人脈もまさに超一流だ。そんな人物がこの桜で船上ウェディングを挙げたいと熱望している。船内では嫌が王でも期待とざわめきが広がる。船のウェディングプランナーであるルナにとってはプレッシャーが計り知れないが、追い打ちをかけるように三上サイドがどうしても料理は藤原新シェフに任せたいと指名してきたという連絡が入ったという。藤原新、テレビ番組や雑誌で引っ張りだこの今や業界のスターとも言える売れっ子シェフだ。ホスト風の派手な外見やひょうひょうとした態度が目立つが、その腕前は確かなことで知られている。ただし、性格にはやや癖があり、傲慢とも取れる言動が問題になることもしばしば。まさか、藤原新を指名してくるなんてね。正直驚いたよ。私たちとしてはありがたい反面、船の設備とか、火器の規制とか、いろいろハードルがあるのに。ルナはタブレットを抱え、廊下で肩を落としながらそうつぶやく。確かに、業界のトップシェフを迎えるメリットは大きいが、同時に豪華客船の厨房という独特の制限とぶつかる可能性が高い。まして、藤原が一流レストラン並みの完璧な調理環境を望むなら、必ずトラブルが起きるだろう。実際、陸上の大型キッチンとは違って、船には独自の規制やスペースの限界がある。まあ、船のスタッフみんなで力を合わせるしかないよな。そう声をかけると、ルナは真剣な表情で小さく息をつく。正直、大きなプレッシャーだよ。だって、世界中のセレブが注目するかもしれない挙式になるんだから、藤原シェフが来るとなると、余計に話題性が増すわけで。でも、これをやり遂げれば、船上ウェディングの可能性をみんなに証明できると思うの。私ももう後がないからこそ、やれるところまで頑張るしかない。その瞳には不安を超えた強い意志が宿っていた。そして迎えた藤原の下見当日。昼過ぎから船に乗り込んだらしい彼は、早々に船長室やホールを一通り見回すと、どこか不満げな顔をして厨房へやってきた。俺はその時、ちょうど洗い物が一段落していたので、シンクを拭き上げている最中だったが、料理長やルナと並ぶ藤原の姿を目にして、思わず目を見張った。噂にたがわず、派手なスーツにきらびやかな腕時計が目につく。これが桜の厨房ね。思ったより狭いな。藤原は鼻で笑うように言い放つと、壁にかかった調理器具を手に取ることもなく、眺めるだけ。料理長が、私たちとしても、できる限りサポートしますので、と頭を下げても、その顔に浮かぶのは、こんな設備じゃ満足できないという苛立ちだった。俺の料理はね、完璧な温度管理と機材が揃ってないと再現できないんだよ。まあ、君が頼むなら考えてやってもいいけどさ。そうだよね、ルナさん。色目を使うように、ルナへ視線を送る藤原。その態度があまりに軽薄で、周囲のスタッフは明らかに眉を潜めている。だが、ルナは三上サイドの要望とあって、嫌な顔一つできずに頭を下げた。どうかお願いします、藤原さん。三上様があなたのフルコースをぜひ味わいたいとおっしゃってるんです。まあ、俺もビジネスとしては嫌いじゃないけど、
この船でできる範囲ってどの程度なのかな？あんまり期待してないけど、協力してあげなくもないよ。その言葉に、さすがの料理長や他のスタッフも、なんだあれはと、憤りを隠せない。けれど、ルナとしてはVIPの要望を叶えられるかどうかが、今回の要になる。ここで藤原を怒らせたり、突っぱねたりすれば、せっかくの大きなチャンスが水の泡だ。藤原はスーツの内ポケットから携帯を取り出し、誰かとやりとりしながら、また連絡するよ、と言い残して、控え室へと引っ込んでいった。すみません。皆さんにまで気を使わせちゃって。私控え室へ行って、藤原さんをフォローしてきます。そう言って、スタッフや料理長に頭を下げ、彼女もまた控え室の方へ向かっていった。そんなタイミングで、料理長から、悪いが、藤原先生に飲み物を差し入れてくれ。と頼まれた俺は、冷たいドリンクと軽食をトレーに乗せて控え室へ向かう。別に俺じゃなくてもいいとは思うが、さっきまで厨房は火が入っていて、他のスタッフも手が離せない。俺も洗い物の合間くらいしか動けないが、頼まれた以上、渋々ではあるが引き受けることにした。控え室の前へ着くと、扉の向こうから話し声が聞こえてくる。どうやら、藤原信がルナに何かを言っているらしいが、まともに会話が成立しているかは怪しい。ノックをすると、入れとだるそうな声が返ってきたので、恐る恐る扉を開けた。部屋の中は何とも気まずい空気が漂っていた。ルナはタブレットを胸に抱え、立ったまま一生懸命に説明を続けようとしているのだが、対面に座る藤原は一向に興味を示さない。ソファーに深く腰を沈め、スマホをいじりながら笑みを浮かべ、ニヤニヤとした視線を時折ルナへ向けるだけ。まるで仕事の話よりも、彼女自身にしか関心がないと言わんばかりだ。ああ、誰だよ。藤原が俺に気づき、あからさまに不快そうな目を向けた。入室した瞬間に空気が一層悪くなったように感じるのは、きっと気のせいじゃない。失礼します。お飲み物をお持ちしました。恐る恐る声をかけると、藤原の視線が俺の全身を舐め回すように動く。どこか嘲笑めいた笑みを浮かべながら、ソファーの背もたれにふんぞり返り、スマホを置いた。こんな下っ端を部屋に入れて大丈夫なの？俺が君と大事な話をしてるのに邪魔されたら困るんだけど。毒のある口調で言い放つ藤原の横顔には、どこか挑発的な笑みが張り付いていた。ルナが慌てて、藤原さん、こちらはスタッフの、と弁解しようとするが、彼はそれすら無視して、さらに俺を軽蔑するように見つめる。ねえ、ルナさん。俺君の話を聞きに来たのにさ、下っ端に構ってるほど暇じゃないんだよね。そこまで言われて、さすがに俺もカチンときた。しかし、ここで言い返しても何の得にもならない。ルナの立場を考えれば、下手に揉め事を起こすわけにはいかないのだ。俺はできる限り穏やかな声を保ち、失礼しました。ではテーブルに置いておきますので、ご自由にどうぞ。とだけ告げると、トレイをそっとサイドテーブルへ置いた。ルナが申し訳なさそうに視線を送ってくる。きっと、なるべく刺激しないよう努めているのだろう。俺はやるせない気持ちを飲み込みながら、そのまま控え室を出た。結局、俺はそのまま控え室を後にした。約30分ほど経った頃、藤原も船を降りて帰っていったという。後で顔を合わせたルナは、すっかり力が抜けたようにぐったりと、疲れた表情を浮かべていた。そして翌日、今度は厨房が大混乱に陥る。タブレットを抱えて、慌ただしくやってきたルナが、衝撃的な一言を告げたのだ。藤原から次々と、新たな要望が押し寄せているという。今から厨房の設備を見直してほしいって、藤原さんから言われたの。牡蠣の使用制限を外せないかとか、材料の保管方法を陸のレストラン並みにしてくれって、あとは、この日時に合わせて特殊な食材を取り寄せてほしいって要望もあるわ。特殊な食材？ここ海の上だぜ。簡単に準備できるものもあるけど、輸送ルートとか冷蔵庫の容量とか、いろいろ限界がある。そもそも牡蠣を自由に使えるわけもないし。料理長やシェフが頭を抱え、下働きのスタッフたちも戸惑いを隠せない。食品衛生の規定や船の安全基準を無視した要求ばかりが次々と押し寄せてくるからだ。誰もがこんなの無理だと声を漏らすが、ルナは一生懸命にメモを取って、私が交渉してみる、と頭を下げていた。俺が黙って様子を見守るしかないまま、
厨房はピリピリとした空気に包まれていく。未だかつてないレベルの要望に、スタッフたちは動揺を隠せないのだ。夕方、洗い場での作業が一段落した頃、廊下に出てみると、壁にもたれたルナが小さく肩を震わせているのを見つけた。背中に負った重圧が伝わってくるようだった。ルナ、大丈夫か？あまり無理するなよ。そっと声をかけると、彼女は泣きそうな顔でこちらを振り返った。瞳には涙がうっすらとたまり、今にもこぼれそうだ。どうしろっていうの？あんな無理難題、誰にもできるわけないのに。私は断ることもできない。だって、今回の挙式は、どうしても成功させなきゃいけないのよ。そのトロには、もはや苛立ちというより、追い詰められた絶望感が滲んでいた。俺は思わず、言葉を詰まらせる。確かに、客観的に見ても、藤原の要求は非現実的なものが多い。彼が船という環境を理解しているとは思えないし、そもそも協力的な姿勢も感じられない。これで本当にいいのか？ルナが理想としてたのは、こんなウェディングじゃないだろ。無茶を押し付けられて、それでも頭を下げ続けるなんて。俺が問いかけると、ルナは唇を噛み締め、耐えきれない思いが溢れ出すように涙をこぼした。わかってる。こんなの理想とは程遠い。だけど、他に方法なんてないじゃない。どうすればいいのよ。最後の方はおえつ混じりで、言葉にならない声が漏れた。押し寄せる無理難題と、自身のプレッシャー、そして、夢の間で葛藤しているのが痛いほど伝わってくる。ごめん、責めるつもりはなかった。何か力になれることがあればやるから。だから、あんまり自分を追い詰めないでくれよ。そっとルナの肩に触れながら、俺はそれだけを伝えた。彼女は拭いきれない涙をこぼしつつ、かすかにうなずく。まるで、かろうじて救いを求めるようだった。あれから数日、俺たち船のスタッフは、藤原が突きつけてくる無理難題の数々に何とか応えようと、毎日が戦場さながらだった。調理器具の見直し、材料の仕入れルートの再確認、火器の使用時間を確保するためのスケジュール調整。ルナは、一生懸命に板挟み状態を切り盛りしていた。どれほど難しい要請でも、彼女は、私が交渉してみます。と言って、他部署のスタッフや船の上層部に掛け合いを続ける。時には、相手の不満や怒りの矢面に立っても、自分が盾になって調整を試みる。その根底には、絶対に今回の挙式を成功させたいという強い気持ちがあるからだろう。ルナが船内の説明会やミーティングで見せた熱意に胸を打たれたスタッフは多く、みんなもどうにか協力しようとしている。俺もそのうちの一人だった。もっとも、その協力という言葉がどこまで通用するかは、日を追うごとに怪しくなっていった。藤原自身が極端に協調性に欠ける人間だというのが次第に明らかになったからだ。スタッフが困難を伝えても、彼は鼻で笑うか、耳を傾けようともしない。電話越しには、要望を満たせないなら、俺に頼む意味がない。と言い捨てられることもしばしば。まるで、俺様がやってるんだから感謝しろ。と言わんばかりの高慢な態度だ。そんな苛立ちが積み重なり、厨房の空気は日に日に重くなっていく。洗い場に立つ俺でさえ、みんなの張り詰めた表情は痛いほど伝わってきた。ルナも何度となく板挟みに苦しみながら、タブレットに書き込まれた藤原の要望を船側へ伝えては頭を下げる。その背中を見ていると、彼女がどれだけの重圧を抱えているかが分かった。俺が声をかけても弱々しく笑うだけで、大丈夫、なんとかするから。と繰り返すばかり。その瞳には疲労の色が濃く刻まれていた。しかし、すべての問題を抱えたまま、ついに結婚式当日がやってきてしまう。朝から客船さくらは特別モードだ。船内の装飾は花やリボンで華やかに彩られ、清掃姿の乗客が行き交っている。中には海外からのゲストらしい人々も混じっていた。彼らは一様に、船で挙式なんて素敵ね。どんな料理が出るのかしら。と期待を膨らませている。あちこちで笑い声が響き、晴れやかな雰囲気に包まれていた。だが、それらを支える裏方は全く笑っていられない。俺が早朝から厨房へ向かうと、すでに料理長やシェフ、下働きのスタッフが集結し、てんやわんやの大騒ぎになっていた。何もかもが秒刻みで動いている。エントランスでのウェルカムドリンクから始まり、前菜、スープ、魚料理、
そしてメインディッシュ。通常ならメインディッシュの担当シェフがしっかり現場を指揮して挑むところだが、肝心の藤原の姿がどこにも見当たらないのだ。藤原先生は朝の仕込みに立ち会うって言ってなかったのか？連絡がつかないんだよ。そもそも船の到着予定も聞いてないってさ。誰か知らないか？マジかよ。もう式が始まるまであと数時間だぞ。スタッフたちの間から動揺の声が上がる。誰もが嫌な予感を覚えているのがひしひしと伝わってきた。朝比奈さんはどうした？彼女なら連絡を取れるはずだろ。誰かがそう言った矢先、厨房の出入り口にルナの姿があった。見れば、その顔は真っ青で、手に持つスマホがわずかに震えている。いつもなら忙しくても、なんとか笑顔を作っていたが、今日ばかりは目に見えて取り乱していた。いないのね、やっぱり。背後に控えるスタッフたちが、その様子を見てざわめく。やがて、料理長がルナに向かって声をかける。朝比奈さん、どういうことだ？藤原先生は来ないのか？今、電話が繋がったんです。でも、言いよどむルナの視線が、俺と一瞬交差した。そこには取り繕いようのない絶望が浮かんでいる。誘いを断るなら、料理は作ってやらないって、電話越しに言われて、切られました。ざわめきが一瞬で凍りついたように静まる。スタッフたちは、誘いを断るならと、怪訝そうに顔を見合わせるが、事情を察しているのか、なんとなく口をつぐんでしまう。俺はルナの言葉の意味を噛み締めながら、ぐっと奥歯を噛んだ。そういえば、あの控え室でも藤原は、ルナに色目を使い、個人的な関係を迫るような言動をしていた。彼女が仕事と割り切り拒否し続けていたのを、奴は気に入らなかったのだろう。まさか、本当に来ないなんて思わなかったんです。彼だってプロのシェフだし、仕事はきちんとすると思ってたのに、私がもっと早く何か手を打っていれば、ごめんなさい。ルナは震える声でそう言うと、そのまま床に膝をついた。落ち着いて、朝比奈さん。まだ式までは時間がある。藤原先生の代わりを探すにしても。料理長が懸命に考えようとするが、この大事な日に代わりを探すなどというのはほぼ不可能だ。そもそも有名シェフでなくとも今から来てすぐにメニューの把握や仕込みを完璧にこなせる人間がいるわけがない。騒然とする厨房。あちこちから漏れるため息や苛立ちが混じり合い、もうアウトだと言わんばかりの空気が漂っていた。そんな重苦しい雰囲気の中、俺は意を決して言葉を吐き出す。俺が料理を作ります。このままじゃ、お客様が気の毒です。その一言で、厨房全体が凍りついた。換気扇の低いうなりだけが、やけに耳につく。誰もが息を飲んだまま、まるで思考が止まったように、俺の顔をじっと見つめている。何言ってるんだ！お前は皿洗いだろ？誰かが叫ぶ。料理長も驚いたように目を丸くし、他のシェフたちも戸惑いを隠せずに声を上げた。落ち着けよ、高宮。お前が作るって、そんな簡単な話じゃないぞ。悪いけど、こんな重大な場で失敗されたら取り返しがつかないんだよ。素人に任せられるか。まるで嵐のように反対意見が飛び交う。もともと俺は裏方の一番下っ端としか見られていない。だから当然だろう。普段から目立った活躍をするわけでもなく、余計なことは言わない性分の俺が、突如としてシェフの代わりをやるなんて言い出したら、誰だって反対するに決まっている。それでも言わなきゃならないことがある。俺は大きく息を吸い込んでから意を決して口を開いた。実は昔、パリの三つ星レストランで料理長を務めていました。高宮は母の旧姓で、本名は神宮寺隼人です。一瞬、時が止まったかのように静まり返る。すると次の瞬間、スタッフたちがざわつき始めた。嘘だろ？お前が、天才と言われた最年少料理長、神宮寺隼人。まるで波紋が広がるように、ざわめきが厨房の隅々まで伝わっていく。俺、神宮寺隼人はかつて、パリの三つ星レストランで最年少料理長を任されるほどの実績を持っていた。まだ20代の半ばという若さで抜擢されたのには、それなりの理由がある。もともと、下積み時代から一日一日を惜しまず、猛勉強を重ね、厳しいシェフの下で伝統的な技術を吸収しながらも、自分なりの革新的なアイデアを取り入れていった。それがやがて、店の上層部の目に留まり、
経営不振に陥りかけた老舗を救うには若いエネルギーが必要だと判断されたのだ。実際、俺が提案した新しいコースメニューやイベント企画は評判を呼び、客足は急速に回復。そうして高まる評価を背に前代未聞の若さで料理長に抜擢されることになる。伝統ある老舗を見事に立て直し、業界の注目を一身に集めていたあの頃、メディアにも取り上げられ、自分でも怖いくらい順調に階段を駆け上がっていた時期があった。だが、その絶頂期にアレルギー混入事件が起きた。とある晩餐会に招待された政財界の重鎮が間違って混入していたアレルギー食材を口にしてしまったのだ。幸い、一命は取り留めたものの、料理長であった俺はその責任を取る形でレストランを追われた。表舞台から消えた後も、神宮寺隼人は危険な料理人だという噂だけが一人歩きし、本名を名乗れば即座にお払い箱になるのは目に見えていた。そして流れて、行き着いた先が、この豪華客船、桜だった。船の仕事なら、人目に触れず裏方に徹して生きていけるかもしれない。ただ、そんな打算がなかったと言えば嘘になる。それでも、料理に対する思いだけは捨てられず、名前を変え、高宮隼人として、皿洗いからやり直す道を選んだのだ。しかし今、運命の歯車がまた動き始めている。厨房中の視線が俺に突き刺さる中、黙っていては何も変わらないと知りながらも、胸は締め付けられるように痛む。過去は消せない。だけど、これ以上誰かの夢を崩したくはない。俺は意を決して、もう一度声を張り上げた。作らせてください。このまま手をこまねいていたら、挙式を楽しみにしている新郎新婦があまりに気の毒だ。ところが、その瞬間、横で鍋を拭いていた中堅の料理人が、バンとテーブルを叩いて立ち上がる。険しい表情で、まるで噛みつくような勢いだ。お前のせいでどれだけの人が被害を被ったか分かってんのか？神宮寺って知ってたら、こっちは最初から一緒に仕事なんかしなかった。業界に大迷惑かけた男が何を言いやがる。激しい憤りに、周りのスタッフも固唾を飲む。少し離れた場所では、確かにあの事件は、と同調する声まで聞こえてくる。俺はその視線をまともに受け止めながら、歯を食いしばる。過去の一件で、多くの人に不安や不信を与えたのは事実だ。しかし、俺が調理台へ向かおうと足を踏み出した瞬間、料理長が大きく腕を広げて立ちはだかった。勝手な真似は許さない。君だけの問題じゃないんだぞ、神宮寺。船全体の評判に関わる。万が一何かあれば、今度こそ取り返しのつかないことになるんだ。強い調子の言葉に一瞬足が止まる。けれども、このまま何もしなければ、新郎新婦の大切な一日が台無しになる。それだけは絶対に避けたい。そう思った時、奥から震える声が聞こえた。違うんです。あの事件は僕が原因なんです。驚いて振り返ると、若い見習いの料理人が震える手を握りしめながら顔を上げていた。当時、僕は新人で、VIP の要求に振り回されて、寝る間も惜しんで作業していて、うっかりアレルギー食材を使ってしまいました。神宮寺さんはそれを責めるどころか、料理長として自分の監督不行き届きだと全部の責任をかぶって店を辞めたんです。見習いは目に涙をためながら料理長や周囲のスタッフに懇願するように頭を下げる。自分からもお願いします。神宮寺さんにこの船のために料理を作らせてください。その言葉を受けて、先ほど激高していた中堅料理人も気まずそうに目をそらす。周りのスタッフたちが一瞬戸惑いながらも何も言わずに手を動かし始めた。まるでここで立ち止まっている場合じゃないと仕事に戻ることで気持ちを示すかのように、胸の奥に熱いものがこみ上げてきて思わず目頭が熱くなる。うまく言葉が出てこない俺の代わりに料理長が厳しい表情を保ったまま、しかし力強い声で口を開いた。このピンチを救えるのは君しかいないだろう。頼む、神宮寺。俺は深く息をついて、こみ上げる感情をこらえながらうなずく。もちろんです。必ず結果を出してみせます。すると、先ほど真実を打ち明けてくれた若い見習いが、恥じるように目を伏せたまま言う。すべてを押し付けてしまって、本当にすみませんでした。俺はそっと彼の肩に手を置き、わずかに笑みを浮かべた。いいんだ。もう気にするな。大切なのは、
今の挙式を成功させることだろう。ありがとう。手を貸してくれて。見習いは涙をこぼしそうな瞳で何度も小さくうなずく。はい、やりましょう、みんなで。そうして背筋を伸ばした彼とそれぞれの持ち場に戻ったスタッフたちが黙々と動き出す。最高のウェディングにしようという強い意志が厨房全体を包み込み始めていた。それからの厨房はまさに戦場だった。制限時間はすでにギリギリ。誰もが不安を抱えながらも背筋を伸ばした見習いやスタッフたちが黙々と仕事に取り掛かる。メニューの構成から食材の下処理、ソースの仕込みまで全てを一気に進めるのだ。神宮寺、ソースの味チェックしてくれ。アミューズの盛り付けはもう完了だ。次は前菜に取り掛かる。飛び交う指示と鋭い鍋の音、香ばしく立ち上る湯気。いつもなら絶対に間に合わないと思える量の仕込みも、みんなが一丸となって手を動かせば進み方がまるで違った。俺自身も一品ずつ味を確認しながら微調整を指示していく。気づけば最後のメインディッシュを仕上げる段階にまでこぎつけていた。時間はほとんど残っていない。だが料理長が横で、さすがだな、と低くうなるように言い、スタッフたちも同調するように簡単の声を漏らす。みんなが力を合わせてくれたおかげです。ありがとうございます。俺はそう言いながらも、まだ手を止めずに最後のソースを仕上げていた。限界を超える集中で彩られた瞬間、フルコースが完成した。やった！誰かが思わず声を上げ、それを合図に厨房全体が歓声と拍手に包まれる。戦場のようだった空気が一気に熱気を帯び、互いに激励し合うスタッフの姿がそこかしこに見られた。少し離れた場所で見ていた料理長も深いため息とともに、よくやったぞ、と低くつぶやく。そんな喧騒の中でふと視線を感じて顔を上げると、そこにはタブレットを抱えたルナがいた。忙しく走り回っていたはずの彼女は今、かすかに潤んだ瞳をこちらに向けている。まるで言葉を失ったかのように、かすかに震える唇のまま満面の笑みを浮かべていた。隼人、本当にありがとう。これでなんとか挙式を台無しにせずに済むよ。声が震えていたのは安心と達成感がいっぺんに押し寄せたからだろう。俺は汗を拭きながらわずかに苦笑する。いや、礼を言いたいのはこっちの方だ。俺一人じゃどうにもならなかった。みんなが力を貸してくれたからこそ間に合ったんだ。ルナはそっとまぶたを閉じてから、私会場に行ってくるね、とタブレットを抱きしめ直し、慌ただしく厨房を後にした。そんな彼女の後ろ姿を見送りながら、スタッフたちが運び出した料理の行方を思う。きっと今頃披露宴会場では最高のひとときが始まっているはずだ。そう考えるだけで胸に熱いものがこみ上げてきた。そしてその予感はすぐに的中する。運び出されたフルコースの評判は抜群で、あちこちからこんなに繊細な味は初めて、まさか船のキッチンでここまでのクオリティが、と驚きの声が上がり、新郎新婦も涙ぐみそうな笑顔を見せていると報告が入る。スタッフたちからは歓声と安堵のため息が続々と巻き起こり、俺は心の底からほっと息を吐いた。結婚式が終わる頃、三上さんはわざわざ厨房まで足を運び、みんなに向かって大きく拍手をしてくれた。本当に素晴らしい料理だったよ。まさか藤原シェフ以外であれほどの味を出せる人がいるなんて驚きだ。いや、それ以上だったかもしれないね。そう言ってこちらに握手の手を差し出してくる。その視線は尊敬と感謝に満ちていた。俺は思わず恐縮してしまうが、背筋を伸ばしてその手をしっかり握り返す。一方、結局現れなかった藤原は式をすっぽかしてプライベートな理由でキャンセルしたことが公になるや否や、業界から大きな非難を浴びたらしい。仕事を放り出すなんて最低の振る舞いだ。どんな実力があっても信用できない。そうした声が止まらず、藤原の評判は業界内外でガタ落ちだという。さらに追い打ちをかけるように、三上ホールディングスが藤原との契約を全面的に破棄したとの噂が広まり始めた。スポンサーや講演者も次々と手を引き、過去の横柄な態度や女性スタッフへのセクハラ行為まで次々と表沙汰になる。もともと問題視される言動が多かった分、一度失った信用は取り戻せないまま崩落の一途をたどっているらしい。それを聞いても俺は特別な考えを持たなかった。むしろ今は誰がどう失墜したかよりも、どれほど大勢がこの船のウェディングで笑顔になってくれたかが
何より大事だったから。実際、それを象徴するように、桜のウェディングはその後、一層の盛り上がりを見せた。先日の成功をきっかけに、口コミや SNS で話題が広まり、問い合わせが押し寄せることに。船内のスタッフたちも、せっかくならもっと完璧にサポートしたいと、連携を深めながら、忙しくも充実した毎日を送っている。そんな折、三上ホールディングスから新たな取引の相談が舞い込んだ。ぜひ、我が社が抱えていたプロジェクトをすべてあなたに任せたいという話だった。藤原が担当するはずだった案件を丸ごと引き受けてほしいらしい。いわば彼の代わりとして船だけでなく陸上の店舗やパーティーなども含め包括的に業務を任せたいという大規模なオファーだ。俺なんかで大丈夫なんでしょうか。話を持ちかけてきた三上さんに尋ねると、向こうはむしろ驚いたように微笑む。いやいや、あの式での料理を食べたら誰だってあなたに頼みたくなる。実力のみならず周囲を巻き込みながら仕事を進める姿勢も含めてぜひうちで発揮してもらいたいんだ。想像以上の評価に俺の方が思わず押され気味になっていると、三上さんは穏やかな笑みをたたえたままはっきりと言った。人脈も看板ももうすべて揃っています。あとはあなたが逃げない決断をしてくれるだけだ。思わず唇を噛みしめる。かつてアレルギー混入事件で背を向けてしまったこの世界で、今度こそ自分を貫けるのか。自問自答を続ける俺の背中を押してくれたのは、他でもない船の仲間たちだった。今さら何を悩むんだ？そうだ、頼まれたってことはそれだけ認められたんだ。お前はもううちの自慢のシェフだろ。口々にそう背中を押してくれる彼らに応えたい。再び料理に打ち込む覚悟を決めたとき、胸の奥でくすぶっていた不安がスッと消えていくのを感じる。こうして俺が築いてきたレシピや提案は船だけにとどまらず、陸の施設や企業パーティーなどにも展開されるようになった。三上さんのネットワークを生かした大きなプロジェクトは忙しさも段違いだが、その分だけ期待と刺激も大きかった。そして日々、ウェディングプランを仕切るルナは相変わらず忙しそうだ。船全体を走り回っては各部署に指示を出し、また新たな演出を考え続けている。それでも、その瞳には迷いのない光が宿っていた。俺の姿を見かけると、少しだけ息をついて微笑んでから、こう言うんだ。こんなに挙式の依頼が増えるなんて思わなかったよ。でも、嬉しい悲鳴ってやつかな。いつかね、私もここで、好きな人と式を挙げたいの。ルナはそう言って、タブレットを脇に抱えたまま、俺の方へ顔を向ける。船内の照明がほんのりと、彼女の横顔を照らしていて、その瞳は真剣なきらめきを帯びていた。いつも仕事のことで頭がいっぱいのルナが、こんな率直な言葉を口にするなんて珍しい。それ、いいな。きっと最高の結婚式になると思う。できるだけ自然に返事をしたつもりだったけど、うっすらと胸が高鳴るのを自覚していた。曖昧な笑みを浮かべる俺を見て、ルナは小さく息をつき、そっと手を伸ばしてくる。指先が触れ合った瞬間、まるで小さな電流が走ったような感覚が広がった。でしょ？船の上で大好きな人と新しい人生の一歩を踏み出せるなんて、すごく素敵だと思わない？うん、そうだな。きっと、最高の式になる。それだけが精一杯の返事。握りしめた手のひらのぬくもりが、なぜか胸を熱くする。ルナは満足そうに微笑んでから、小走りでまたどこかへ向かっていく。後に残るのは、かすかな香りと、手に残った確かな温度。俺はしばらく動けずに、その余韻を噛み締めていた。俺たちの新しい物語は、まだ始まったばかりだ。この船でもっと多くの人を笑顔にするために、いつかは自分たちの夢だってきっと叶えてみせる。そのためにまだまだ学び続けよう。オレンジ色の光を受けながら、俺はそう心に誓った。